こんにちは。盆栽クラブ東京のゆうひです。今日は盆栽界の巨匠、木村正彦先生のアトリエにお邪魔してます。その作品の数々は、日本の盆栽界のみならず、世界中の愛好家に衝撃を与え、魅了してきました。今日はそんな木村正彦先生の素顔にも迫れたらと思っております。早速行ってみましょう。先生すいません、早速なんですが見せていただいてもよろしいでしょうか。これ黒松ですか？黒松。この木は、これもかなり古いですよ。この肌ができるまでにはね、これはもう相当古いもんだよね。どれぐらいなもんなんですかこれで。200年300年200年300年そういうもんだろうね。江戸時代からある木ですね。そうだろうね。この時代にできた盆栽っていうのはもうほとんどが山取りになるんですか？もちろん山取りよ。山取りから始まって、昔はそれこそ刺し目だとか取り木なんてしなくたって、山行きはいくらでもいいのあったんだからね。そうですか。今はもちろん山取りなんて絶対できないけども、昔はもう好きなように山から取れたんだろうけども、これもまたなんかちょっと変わってますね。ちょっと変わった樹形だよね。僕すごいこれ最初目に入った時好きだなと思ったんですけど、こう丈があってそこからこう下に降りてきててっていう、あんまり見ない樹形ですね。この木はまたね、自然風で面白いと思うよ。すごくこう自然を感じる木ですよね。でここが心拍になってくると思うんですけど、これらも心拍。この心拍の、やっぱり先生の作品の中で特にやはりもうこの有名な東龍の舞、僕初めて今目の当たりにするんですよ、この名作は。初めはこのサイズ感的にもっと大きいんですか木は？まあ山から取った時はこんな上手なね、うまいのはないからね、だからこれが約1m70だから、それをまあもちろんそんな長いのはね鉢収まるわけないから、そうですね、この中で3回転ぐらいこう根っこがしてるんだよね。3回転ですかこの中で？まあ3回転か4回転かちょっと忘れちゃったけど、だってこれ85年の山取りだから。85年の山取り？そうで85年に作ったんだよね。3回転するって言ってもそんな細い根なわけないじゃないですか。やっぱりもちろん太根を巻くわけですよね。もちろんそうよ。みんなそんなね大変な思いして作る、みんなこれそういうことして作ったもんだよ。初めからこんなもんあったわけじゃないし、こういったもんもそう。これはなんていうんですか、このね竜みたいに渦巻いちゃってるんですけど。いやいや、これ庭木で大きかったの、これ小さくしちゃったんだから。庭木で大きかったんですか？そうそれは小さくしたんですね。そうこう巻いたのはじゃあ先生が巻かれた。これその巻く時の太さってちなみにどれぐらいだったんですか当時庭木で？このままだ。このままで。このままですか？そうこんな巻けるもんなんですか、こんな太いもの？できるよ、なんだって。信じられないです。これでも木も木で耐えるわけですね、その大手術に。だからまあそこのところは難しいよね。耐えられるか耐えられないかね。間違えば枯れちゃうからね。そうですね。この木も木でね、そこでこう生き抜くんですね。そういうこと。これはすごいな。先生の作品でやっぱり余生の作品だったりとか、石付けの作品っていうのもやっぱもう世界中から注目されているものが多いんですけど、その中も少しどうぞ見させていただきたいんです。
こいらは国風出す予定なの。あ、この辺ですか。そうそうそう。どれぐらいですか、寄せ植えにしてこの鉢は。年数でいうと結構経ってますか。2ヶ月ぐらいかな。2ヶ月？そうそう。1ヶ月半か2ヶ月で、ね。そんな最近これみんなそう。これみんなそうだよ。なんかもう随分長くもうこの状態であるみたいな。まあそんな風に見せるように寄せるんだよね。すごい、2ヶ月ちょっと驚きですね。多分これはね、国風展出して1番になると思う。ああ、これでね。そう、はい、いつもうちの木はだいたい1番かね。間違って2番になっちゃう時あるけども、だいたい1番。これ来年出される予定ですか。来年の国2月で。ちょっとこれ楽しみにしてます、この木は。これはもう有名じゃないですか。うん、まあね。はい、もう僕これはもう30何年経ってるよ。これも。30何年もうこの状態ってことですよね。そう。これなんかも30何年。これなんかもう水だってさ、肥料だって通らないよ。そうですよね。ここで生きてるわけですからね。そう。だって水やったってみんな流れちゃうもん。下に流れていきますもんね。もうカチンカチンだから。こういうのは先生、植え替えっていうのは必要ないんでしょうか。もうこのままで生きてるんですもんね。まあこれ30何年だからね。まあ40年ぐらいは平気なんだろうね。まだわかんない先は。まあ早ければね、見本であれテストでもあるんだよね。この形はね。そう。でも枯れずにどこまで心拍がこういった姿でさ、こういった場所で耐えられるかっていうのも一つの私らの勉強だよね。過去にないから。この前の随所もそうでしたね。先生おっしゃってましたけど、まだ歴史が浅いとその先のことは分からない。そう分かんない。おっしゃってましたもんね。外に出てるのがね、国風出すやつ今8点ぐらいあるのかな。あとは全部裏に取り込んである。あ、そうですか。まあ普通見せないんだけど、見てもいいよ今日は。いいですか。ありがとうございます。うわ、これが凄まじい。これは全部国風展予定してるの今。あ、これ全部ですか。そう。準備されてると思うんですけど、国風展の、何を今してる段階なんでしょう。ここは植え替える日が決まってるから、でうちから出た弟子なんかもみんな手伝いに来るんでね、だから10人ぐらいで全部やっちゃうの。一気にここで一気に植え替えをやるわけですか。全部やっちゃうの。それは大変だよ。そうですよね。で一つ一ついい鉢で全部合わせていかなくちゃいけないんだから。もうその国風のために鉢を合わせるんですね。そうもちろん。普段はこうしてこういう鉢に入っていて。そう。で国風の時は、今鉢も点数だからね。鉢が何点。鉢と木が合ってるかどうかってそれも10点。鉢合わせってやつ。そう。鉢は一応ね全部うちで持って貸し出すんですよ。だからまた元の鉢へ入れてお返しする。本当最高の状態で出すってことですね。国風の晴れ舞台に。僕らも国風展はこう撮らせていただいたり、普段見てるんですけど、こういう裏舞台っていうのは普段見れないので、まあ普通はここはね、そうですよね。一般には見せていないんです。すごく貴重な場所ですよね。これでやっぱり45席ぐらいになるかな、今年は。45席。審査に挑戦するんです。で45全部入選するかというとそれは難しいから、もう絶対ダメだっていうのもあります。でもお客さんが落ちてもいいから出してくれっていうのもある。これ武蔵ですか。そういうこと。これですね。要するに日本でこれが一番古いもんだと思う。そうですね。一番世界最初の随所。ものすごくこの思い出があるんでね。そうですよね。私が弟子の時これないだったんで、まさかねその時はね随所っていうのはこんなに太るもんだと思ってないからね。そうですよね。まだまだ随所の場合は未知だよね。これいいですか、ちょっと教えていただいても。私らその世界中からね公演に要するに呼ばれるわけですよね、デモンストレーションに。で自分で見たいところが来たらばそこで契約するんです。実際に見てこられてこういう景色。もちろんそこは行きましたけどね。すごいですか。やっぱりまあ中国の景色っていうのはやっぱし、日本にはないよね、そのスケールの大きさがね。中国はまあほとんど行きました。一番最初が三峡っていうね、
三峡っていうのは要するにとてもいいところがあるんだけれどもダムができちゃったのね。それでいい景色が全部170メーターぐらいほとんどのところが水没しちゃったの。それでもうダムができるっていうことでもってその三峡だけは急いで行ってまだ、計画途中だったけれどもまだ景色が見られました。そういった素晴らしいところがあればねこんなものの一端でもいいから盆栽にできないかなと、そういう考えは浮かびます。そういうところを見れば見た人だからこそ作れるというか、ね、日本には残念だけども日本も随分いろんなとこ行きましたか。だけども、日本じゃ参考になるところはあんまりなかったけど。こういう景色はないですね。ないですないです。うん。先生のお父さん発明家ってお伺いしてます。マイクロフォンっていうのは木村ですからね。大それたことでもってねアメリカと戦争をやるんで、アメリカに勝つようなものを作んなきゃいけないっていうんでこういったものを作ってたんでそういったものをいろいろ発明してたんだけども、日本でもって選ばれて、うちの親父だったらできるだろうっていうことでもってねこれは軍からの命令でこういったこれはこういう会社じゃなかったんですけども軍の命令でこういう会社になっちゃってゼロ戦っていうの、知ってますか？もちろんですもちろんです。あれのどうしてアメリカの飛行機にあれが勝てたかっていうとゼロ戦だけ普通ね機関銃っていうのは主翼のこっちについてるんですよ。そうすると空中戦ですともこう全部動いてるから自分のパイロットの目でもって相手を狙っても弾はこっちの方から出てですね、当たらないんで、じゃあ一番いいのは自分の目の前のプロペラの間から弾が出ればここからですよね。そう、こうならっちゃってまっすぐですよ。はいはい狙います、そういったものを作ったのがこれです。お父さんが作られたんですか？そうそれでこれは絶対に持ってきちゃいけないもんなんですね。アメリカ軍が来て全部こういったそれから途中で作ってあったものも全部スクラップにされちゃって終戦後ですよね。全部回収ですよね。アメリカそう GHQ が、でこれがその時の図面です。これ全部これ残ってんのすごいですよ。いやこれね親父が内緒に残し内緒で残した。そうですよ。こういったもの残しておいちゃいけないんだから。 GHQ は来なかったんですか？お父さんのところにこういうの隠してたんですね。こういうの実際作ってたのは先生のお父さんっていうのそうですまさかのびっくりしました。間違いなくゼロ戦はだってもう当時アメリカ軍は逃げろって言われてたんですよ。ゼロ戦に出くわしたら。そうだけどそれは1年ぐらいですよ、ね、もうすぐ落とされてもう向こうへ持ってって全部研究されちゃってもうダメだったんです、墜落したゼロ戦をね回収してもう全部調べたの。アメリカがなんでこんなことができるんだ、それでもうすぐねそう1年ぐらいしかなかったんですよ。最初だけはもうそれこそ優位でしたね。空中戦だったら面白いように相手に当たるわけですから。早いしね、ゼロ戦は軽くて早いの。いやもう博物館レベルのやつだからこんなの。そうこれはね貴重な種類。一時美術館で随分欲しがってたんだけどこれは売るなんてことはできないしね。そうですね。貴重なものをたくさん見させて今日はいただきました。ありがとうございます。まずその盆栽を始める前の先生のことを少しお伺いしたいんですよ。もともとなんか植物がお好きだったりとか、なんか自然が好きだったりそういうのあったんでしょうか？ないですね。全く。はい。もう生きていくのに大変な時代で10歳ぐらいの時は戦争が終わったばかりで日本は大変で
明日食べるね、こともできないような、そういう非常にひどい時代だったんですよ。そういった時に生まれて、ですから私がその盆栽業に入るっていうことなんて絶対に志してはいなかったんですけども、おふくろがまあ早ければ食いぶちが1人でも減ればね妹が3人妹だけ3人いたもんでね、そう4人兄弟だったんですね。そういう長男4人を育てるにはもう終戦後は大変だったんで、そうですよね、1人でも出ていけばね食わせるのが少し楽になると、そういうことで、私はもう外に出されちゃったんですよ。あ、そのお母様がそう、だから私が別に盆栽が好きでね、行ったわけでもない、だからもし知り合いが大工さんでもあれば大工さんのとこ行ってたんですよ。大工になってたかもしれないですね。なったかもしれない。本当にじゃあたまたまお母さんがこう頼み込んだのは盆栽屋さんだったんですね、近所の。だから盆栽が小さい時から好きだったからね、盆栽業にそのお願いに行ったっていうんじゃないんですよ。何でもいいからいなくなればね食いぶちが一人減るとそういうあれだったんでしょう。すごい今と全く違う時代ですからね。いやもう戦争が終わったばかりってのは大変だったんです日本は。食べるのがやっと。そうです。先生はそれでまあ盆栽の世界に飛び込んで、10年間でしたか修行をした。一応ねおふくろがその師匠に何年ぐらいね修行したら一人前になれるんですかって聞いたら簡単に10年だなと言ったんだそうです。それでまあその頃はもう言われた通りにそこに行って次の日から盆栽の水かけたり草取りだとかそうなんかしてたんですけど、10年経ったらば師匠がこういう世界にはお礼奉公っていうのがあるんだと。お礼奉公。そう10年間お世話になりましたと。それであと1年は無報酬でもってお手伝いすると。無報酬で1年もう1年大体弟子っていうのは無報酬です全部。はい、でもう1年、そこでお手伝いをすると。それで11年だと。じゃあプラスお礼奉公1年で11年そういうことです。修行時代があったっていうことですね。そういうことです。先生の修行時代一番こう印象に残った出来事とか、まあその師匠のこう印象に残っている言葉とかそういったものがあれば教えていただきたい。師匠っていうのはほとんど教えない人だったんですよ。だから私の兄弟弟子もいますけども、師匠が仕事したのを見たことあるかっつったらまあ大体6年で1回か2回。私も数回仕事したのは見ただけでほとんど仕事しない人だったんです。ただ私らに弟子にやらしてそれを要するにその注意をすると、指導があると、その時のその指導がまあ弟子にとっては参考になる、そこで学ぶと、そういうことでしたね。で11年を終わって出たんですけど、まあもちろんのれん分けだとかそういったものはもちろんこういうの世界にありませんからね、出たら「はいご苦労さんでした」と思って出ていくわけです。ちょっと聞いた話だと先生も一度盆栽の世界を離れてたことがあるっていうふうに聞いたことがあるんですがまあ盆栽の世界にその居座るってことはもう弟子が明けてからもうできませんからね。結局盆栽園を開業するっていうのはまあ何か2代目だとかなんかでしたらできますけれどもね、私の場合は土地もないし財産もないしお金もないし盆栽も全部なしですから。だからもう明日からどうやって食べていこうかってそれから始まるんですから。でまあ結局盆栽を始める前に3つの仕事をやってたんです。東京へ出て何か東京で仕事をしようと。でまあ盆栽っていうのは仕事は もちろんできませんからね、園芸屋さんですよ、場所を探したんですけどもね、六本木なんていうのはもうそれこそ今は大変なとこですけども、私らその当時探した時はもう夜は寂しいとこだったんです。今じゃ想像できないですね。もう全然想像できないでその隣の麻布十番っていうのはとても高級な住宅があって、今もねそういう印象ですけど当時はすごかったです。すごかったんですか。お金持ちがたくさん住んでたんですね。お金持ちが住んでるとこで何か商売をやればいいんじゃないかなっていうで、まあちょっと思いついて、それで高級な園芸植物ですね。お花とか。まあメインはコチョウランですよ。コチョウラン。そっかそっか。お祝いの品で出ますもんね。そういった高級なものだけを並べて、そこで麻布十番で、お店を開いたんです。
その頃はねコチョウランってものすごく高いもんだったんです。今でも高いですけど、今でも、はい、高いイメージです。もう全然今とは違ってね、とんでもなく高いもんだったんです。でそういった高いものがポンポン売れたんですよ。まあ結局そこは1年で終わりましたからね、もう出てってくれと前もって言われたから次のことを考えたんです、考えてたんです。であの頃はね、今赤玉だとかなんかっていうのはみんな天日干しで手作業で作ってたんですよ。雨なんか降りますともう全然できなくて、赤玉っていうのは山から崩してきてもこんな塊になっちゃってて、それをみんな何かで叩いて細かくして乾かして手で振るってそれで販売してたんですけども、なんとかこれをね、オートメーションでできないかなって考えて、でまあとつつまででかい機械を作って、それでまあでかい機械を作ったんですね。もうそういうのは好きだったもんでね、セメント工場みたいな、ちょうどそれと同じような機械なんですよ。すごいですよね。先生はその発明家の血がね入ってますよね。まあそれはね親譲りでね、割合簡単にできましたね。お父様が発明家ってお聞きしたので、これはもう父親のね発明品とはもう比べ物にならないようなねものなんですけど、親父はもうとんでもないものを作ってたんで、でそれはまあとっても美味しい仕事だったんですけども、5年ぐらいやってもうあとあるものにもう任しちゃって、私はもう、他の仕事を始めました。もう次のことを絶えず考えてたんですね。その後ですか、先生が盆栽の世界にまた。いやまだ盆栽の世界にならないです。まだいかないですか。その後もう一回何か違う仕事があって。もう一つ、まあこれも東京じゃ草分けだったんでしょうけどもね、観葉植物のリース。今じゃもう結構いろんな業者がもうやってますけど、私がそれを始めた時はね、だいたい1メーター80から2メーターぐらいの大きな観葉植物ね、そういったものをね、2000円から2500円だったの、問屋さんで買ってきて、それがもう全部5000円ぐらいで、まあちょうど時代も良くてね、経費をね、経費で落とせるんで、会社とかね、そうそれでみんなそういったものを使ってくれたんですよ。で日大さんが一番多くて170鉢、それで大きいところだけを7軒ほど、持っててお客さんを取りまして、それで2000円で貸したものが何しろ5000円で1ヶ月貸せるんですから、であれは盆栽と違って傷まないんですね。丈夫ですもんね。丈夫です。ずっと室内にダメになったらばハウスに持ってきてはまた全部芽が吹いちゃうんですね。ですから丸儲けみたいなもんで、これはいい仕事だなと思って、何しろ1回貸せば元と儲け取っちゃうんですからね。すごいですね。それでまあそんなことをやってたらやっぱしね、いい仕事の場合はもう同業者がどんどんできてきます。もうで私は5000円で貸してたんだけど、今度次他の業者が4500円、次4000円、3500円、まあ2500円ぐらいまで落ちてたんじゃないですか。で落ちてきたんで、私はもうパッとやめちゃったんです。ある人に全部その権利から品物全部売っちゃったんです。売っちゃったんです。でやめちゃったんです。でまあその頃にはここの千坪の土地も変えて、まあ全部ここ更地ですからね。その時ですね、ここ買われたの。更地ですからね、塀を作るって言ったってブロック塀作るって言ったって大変なんですよ。まあお金がいくらかかったか分かりません。だけどまあだいぶそのやってきた仕事がね儲かったんで、そんなことで盆栽はその頃まだ始めようと思ってなかったんです、やろうと。ですから今あそこの一部芝になってますけどね、あの芝がもっと向こうまであって、ゴルフのパター場にしといたんです、遊ぶんで。それから、まあ3つの仕事が終わって、あとは貸植木の場合はもう一括売っちゃったんで、だけど泥の方は5年間ぐらいは要するに私の方へいくらいくらよこせと、で5年終わったら全部そっちのものになるから、でその頃11億ぐらいの売り上げがあったんですから。11億、
ごいな。そう泥の方が。えそれはあれですよ。大きく赤玉だけじゃないですよ。いろんな、もういろんなもうやられたんです園芸屋さん相手だから何でももうん、うやったんですね。それでそういう金額になってたんです。本当に今の時代はどこの園芸店行ってもホームセンターでもああいうね土ってそうそうそう用土ってあり簡単にますけどね手に入りますけど、当時は草分けですよ。そうですね、先生が最初にやられたんですね。でそれからまあ盆栽でもやろうかと、それから始めたんです。昔その11年間修行されてたっていうところはあったと思うんですけど、そこに来て急にこう思い立つわけですか、また盆栽でもやろうかと。まあ勉強したもんですからね、もったいないですから、まあやろうかなと。やってみようと。先生おいくつでしたかその時？30なったかなんないかです。それまで他の20代で一通りいろんな商売されて、ですから年が明けたのが26、7でしょう。それからですから30ちょっとですね。そっか。先生がその盆栽界にまた戻ってこられた時、当時の盆栽界って今と何か違いがありましたかね？まだまだ盆栽界なんて食べていくのが大変な業種ですよ。今でもう本当世界的なブームもねありますけど、盆栽の当時はまだやっぱりそんなこう世界中から注目されるようなものでもなかったんですか、盆栽？いや全然ないですよ。全然なくて、一部のファンが日本に私よりもね、他の人が外国行って結構ね活躍してたんですけど、何か今は世界を盆栽にね広めたのは私だと、それで世界連盟の方からそういった賞状をもらいましたけども、確かに、どのぐらい行ったか分かりません。世界はいろんな国に行かれて、もういろんな国行きました。一番遠いところはベネズエラ。やっぱりこう今はこう世界で先生はもう高い評価をね、それは分かりませんよ。されてる方ですけど、一番最初の頃っていうのは盆栽ってもともと日本の伝統文化としてもうそれこそ何百年続いてきたものだと思うんですけど、何かこう盆栽はこうあるべきだっていう教科書通りのものが従来あるじゃないですか。そこをある意味でその革新的な新しい作品作りに先生が挑まれる時に何かこう否定的な意見とかそういうのにさらされるという葛藤があったりとか。人はどう言おうとね、盆栽のね間口をもっと広げた方がね楽しい盆栽。だからこんなもんもそうですよ。こんなの作ったのは他にいないでしょ。だから私が作ってるのは割合なんていうんでしょうかね、自由奔放にね、中国あたりからヒントを得て作ってるんですけども、これは非常に受けてます。こういった盆栽もそれこそ昔からのね先代が作った盆栽もこれも大事にしていかなきゃいけないんですけれども、それと同時にまた新しいものもねそこに少し吹き込んでもいいんじゃないですか。ですから石につけるとかね、こういったものもそうですよ。みんな鉢でもいいんですけれども、鉢よりもうちょっと何かその変化を、面白みをそこに加えたらいいんじゃないかっていうんでもって、そんなこともいろいろ絶えずそんなことは考えてます。その型にはまらずね、いろんなことに挑戦し続ける先生だから、そういうもう本当にこう世界中の方を驚かせたというか。それは分かりませんけどもね。先生から見てですよ、日本の盆栽界がやっぱりこう変わるべき点というか、これからこう変化していけばいいなっていう点はあったりしますか？私ら以前はその協同組合、それから日本盆栽協会、それの副理事という立場でもって長くやってましたけども、その時は2万人近くの会員がいたんです。2万人ですか？盆栽の愛好者いいですね、日本に。それが今2500人ぐらいになっちゃってます。随商会でワークショップとなりましたよね。毎年やって、あれは新しい人に盆栽に興味を持ってもらおうということでは一番いいんですよ。随商会は若い人がどんどん入ってるんですよね。この前びっくりしました、若い方多くて。盆栽って楽しいよと、お金はね大金を積まなくても楽しめる、育てる楽しさっていうものをね教えていくとね、そういった人たちが育つんですね。それを教会の方でもってやらないとどんどん自力になって、もう最後はもうそれこそ今2500人っていうのはもう寂しい状態です。
でまたその方たちがね、ええどんどん活躍してくれるとまた日本の会員数も増えていくんじゃないかなと思うんですけど、だから増やすために何かねああいうワークショップが一番いいんです。先生の中で、え今こう先生の胸の中でですね、ええなんかまた新たな次の挑戦って何かありますか？これはもう明日になってみないと分かんないです。私の場合は明日になってみないと何かひょっと思いつくんです。突然思いつくんですね、いつも先生は。そうですね、何か突然あんまり深く考えないでね、突然です、その時になってみないと分かんないですねもう今先生はこう深くこう盆栽というものに携わってこられて、まあなんでしょう、先生にとってこの盆栽っていうのはどういう存在なんでしょう？私の生きがいでもあり、もうそれこそもう、これがなかったらもう私の場合はもう何もないようなもんですから、盆栽はもうイコール木村です。先生そのものです。そうですそうです。ありがとうございます。とんでもないです。最後先生のちょっともうこの木がお気に入りなんだっていう大切な一本を、これだけあるから大変でしょうけどちょっと紹介いただきたいなと思います。最後にこっちは人様の木だから向こうですね。よろしいですか？ちょっと愛切っていうのはたくさんありますよ。いろんな思いがあるからね。そうですよね、こんなのはね今作ってる途中だけどもね、火遊びっていうのね。火遊び、これが本当の遊び。先生の遊び心が現れてる木ですもんね。これも絶対売らない。すごいね、これ県外って言ってもやっぱり自分で気に入ってるんですね、だからお金じゃちょっとまたそういうのはねとんでもない相場つけるんですよみんなして、この値段で買うからってんで、でも出さない出さないです。